この拡張機能の便利さに気づいたとき、正直ちょっと震えました。今日は数あるノートブック LM 関連の拡張機能の中から私がかなり推したい Web クリッパー for Notebook LM を紹介します。名前の通り Web ページをノートブック LM へ送るいわゆるクリッパーとしてとても優秀です。だけどそれだけではなくて、私が特にお伝えしたいのは、そこにさらっと追加されている便利機能の数々です。全部を細かく紹介するのは難しいくらいいろんな機能が追加されるので、ポイントを絞りながら紹介していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。まず最初に押さえたいのが、対応しているサイト上に、ノートブック LM へ追加するためのボタンが出てくる点です。これだけ聞くと、ああ、よくあるやつね、と思われるかもしれません。なので、この拡張機能が対応しているサービスについて、一つずつ掘り下げる形でご説明をしていきたいと思います。まずは、今見ていただいている YouTube です。ノートブック LM は、標準機能でも YouTube の URL を貼るだけで、字幕や文字起こしデータをソースとして読み込めます。ただ、動画を見るたびに、URL をコピーしてノートブック LM の画面を開いて貼り付けてと往復するのはやっぱりちょっと面倒ですよね。この拡張機能を使うと今見ている動画ページから簡単にノートブック LM に追加できるようになります。しかも驚きの機能なんですが YouTube のプレイリストやチャンネル全体の取り込みにも対応しています。これ本当に便利だと思いませんか？勉強やリサーチでよく見ている YouTube チャンネルの動画を丸ごとノートブック LM に送ることができるんです。動画で全体像を体系的にインプットした後にノートブック LM に質問をしたりクイズやフラッシュカードを使って理解を深める。そんな理想的な学習サイクルが簡単に作れてしまいます。これはビジネスのスキルアップや業界動向のリサーチ、専門知識のインプットにもかなり便利かと思います。次は X です。X を見ていると、これ後で読もうと思ってブックマークすることありますよね。でも正直、その後本当に見返していますか？私だけかもしれませんが、ブックマークしたことすら忘れて、情報が埋もれてしまいがちじゃないですか？この拡張機能、実は X のブックマークを一気に整理するのにめちゃくちゃ便利なんです。使い方は簡単で、X のブックマーク画面を開いた状態で、この拡張機能のサイドバーを開いて取り込みを実行するだけ。これだけで保存していたポストをノートブック LM へ簡単に取り込むことができます。さらに便利なのが取り込み方法のオプションです。各ブックマークを一つずつ独立したソースとして取り込むこともできますし、複数のブックマークをまとめて一つのソースとして統合して取り込むことも選べます。例えば、日々ブックマークしておいた生成 AI 関連の投稿を一つにまとめてノートブック LM に放り込んでおく。そうすれば、こんなことやりたいんだけど何か役立つ情報ない？みたいに漠然と聞いても、ノートブック LN が質問に答えてくれるようになります。この機能を使うときは少しコツがあります。X でブックマークする際、ブックマークボタンを長押しすると、どのフォルダに入れるか選べますよね。これを使ってあらかじめ生成 AI、マーケティング、業界動向のようにフォルダ分けしておくんです。そしてノートブック LM 側でもそのフォルダと一致するノートブックを作って取り込むようにします。こうすれば関係のないジャンルの情報が混ざることなく整理されたデータベースが作れるのでおすすめです。次はノートについてです。ノートって日本のサービスなのでこういった拡張機能は対応していないことが多いのですが、なぜかこの拡張機能についてはノートに正式対応してくれています。ノートには
ビジネスのノウハウや仕事の実践例など、後で読み返したい有益な記事がたくさんありますよね。実はノート自体、普通のウェブサイトの一つでもあるので、他のウェブクリッパーで取り込もうと思えば取り込めます。じゃあ何が違うのかというと、一般的なクリッパーだと、ページ全体の情報を丸ごと読み込んでしまうんです。ウェブページって本文以外にもいろんなものが混ざっていますよね。ナビゲーションメニュー、広告、おすすめ記事、フッター、SNS のシェアボタン、コメント欄。こういう不要な情報が丸ごとノートブック LM に入ってしまうと、関係のない文字列までソースに混ざってしまいます。これをコンテキスト汚染と言います。余計な情報が混ざった状態で AI に質問すると、答えの精度が下がってしまうんです。例えば、この記事の要点を教えてと聞いたのに、本文以外の情報を拾って論点がぼやけた回答になることがあるんです。LLM は入力データが長くなったり、ノイズが混ざったりするほど、本当に大事な情報に注意を向けにくくなるという性質があります。だから、ノートブック LM に入れるソースは、きれいであることがかなり重要になります。そこで、この拡張機能の出番です。そうした不要なノイズを自動でカットし、純粋な記事本文だけをきれいに抽出して取り込んでくれます。長文の有料記事を最高の状態で取り込めるので、ノートブック LM の回答精度を落とすことなく、自分だけの質問できるデータベースを作ることができます。ここがノートユーザーにとって本当に気持ちいいポイントです。あとは Google ワークスペースとの連携です。Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどを開いているときに画面の上部にソースに追加するボタンが表示されて、簡単にノートブック LM へ追加することができます。ここで特にお伝えしたいのが、ちゃんと Google ドライブのソースとして取り込めるということです。どういうことかというと、テキストやマークダウンなどに変換するのではなく、ちゃんとドキュメントやスプレッドシートのままノートブック LM に追加されるということです。これによってソースを編集したいときにも簡単に開くことができますし、何より新たに追加されたノートブック LM の自動同期機能の恩恵も受けることができます。他の拡張機能だとテキストやマークダウンに変換してしまうので、この自動同期というのはできなくなります。自動同期を活かしたままソースに取り込めるというのが一つ大きなポイントかと思います。さらに面白いのが AI チャットとのやり取りも保存できる点です。チャット GPT、クロード、ゼミナイなどで AI とやり取りしていて、すごく参考になる良い回答が出たのに、後からあのスレッドどこに行ったっけとなることありませんか？この拡張機能を使うと、それぞれ会話の下にノートブック LM に取り込むボタンが追加されるので、簡単な手順で AI との大事な会話をノートブック LM にクリップできます。AI とのやり取りをノートブック LM に貯めておけば、後から簡単に情報を引き出すことができます。AI とのチャットってその場限りで使い捨てにしがちです。でも実はかなり価値のある作業ログなんですよね。ノートブック LM に蓄積していくことで自分だけの AI 活用ナレッジベースが育っていきます。さて、冒頭でお伝えした通り、ウェブサイトなどをソースに取り込むいわゆるクリッパー機能以外にも、この拡張機能を入れると便利な機能が多数追加されます。ここからはその便利な機能についてご説明をしていきたいと思います。まずはスタジオ機能に追加される出力機能の数々です。最初気づいた時にびっくりしましたが、あまりにも自然に追加されるので、てっきり公式が新しい機能をリリースしたのかと思いました。調べてみると、実はこの拡張機能を入れたおかげで追加された機能だということが分かりました。
一つ一つご説明しても時間がかかるので、私の方で確認できた新たに追加される出力フォーマットを一覧にしてみました。レポートがワードでダウンロードできるようになったり、スライドデックが画像でダウンロードできるようになったり、これすごくありがたいですよね。その中でも個人的に一押ししたいのが暗記との組み合わせです。暗記は世界中で使われている有名な暗記アプリです。詳しく解説すると動画が丸々1本撮れてしまうくらい奥が深いので、今回は簡単なご紹介にとどめますが、基本的にはフラッシュカード形式で問題を出してくれるツールです。最大の特徴は、ユーザーが問題ごとに正解したか不正解だったかを記憶し、その正答率に応じて再度出題するタイミングを自動で調整してくれる点です。間違えやすい問題は短いスパンで何度も出題されるため、効率よくバランスの取れた学習を進めることができます。語学、資格試験、医療系の勉強、仕事の技術知識の定着など、細かい知識を長期的に覚える場面でかなり強いです。この拡張機能を使うと、信頼できる資料をノートブック LM に集める。ノートブック LM のクイズやフラッシュカードで要点を確認する。暗記が必要な内容を暗記形式で書き出して、暗記を使って定着させる。こんな効率の良い学習の流れを作ることができます。もう一つ便利なのが Google ドライブの自動同期機能です。あれ？さっきノートブック LM の公式機能で自動同期に対応したって言ってなかった？と思われるかもしれません。確かに公式機能も追加されたのですが、実はまだ仕様が少しつかみきれなくて、自動で更新される時もあれば、なぜか更新されないノートブックもあったりします。その点、この拡張機能の自動同期はかなり安定して動いてくれます。ですので、ノートブック LM 公式の自動同期が安定するまでは、こちらの拡張機能の同期機能も併用してみるのもおすすめです。使い方も簡単で、ノートブックのソースを開いて、上側に同期ボタンが追加されているので、この同期ボタンを1回クリックします。すると、下の方に Google ドライブと自動同期しますか？というポップアップウィンドウが表示されるので、ここで同期するを選んでいただくと、それ以降は自動同期されるようになります。で、ちょうど映ったので一緒にご説明しますが、地味に助かるのが、ソースのダウンロードと削除です。まず、ソースのダウンロード機能ですが、これ何に使うのと思われるかもしれませんが、意外とソースをダウンロードしたい時ってあるんですよね。例えば、ディープリサーチをした時に作られるレポートだったり、音声データを読み込んだ時に作ってもらえる文字起こしの情報だったり、もちろんコピペをすればいいんですが、量が多かったりすると結構めんどくさいこともあります。このボタンでダウンロードできる機能は意外と役に立つシーンがあると思います。続いて、ソースの削除機能です。これもですね、ノートブックをたくさん使っている方なら分かってもらえるかと思うんですけど、一旦登録しちゃったソースを消したいシーンっていうのが結構あるんですが、標準の操作だと一つずつ消す必要があってかなり大変なんですよね。この拡張機能を使うとソースを一括で削除することもできますし、チェックマークで選んで削除することもできます。ヘビーにノートブック LM を使っている人ほどありがたい機能なんじゃないかと思います。こういう細かいところまで手が届くのがこの拡張機能のいいところだと思います。いかがでしたでしょうか？ノートブック LM は身の回りの情報を取り込んで整理して出力するためのツールです。この拡張機能を入れるとそれぞれのシーンですごく助けてくれます。リコの AI ラボではこれからも AI ツールの実践的な使い方をどんどん紹介していきます。役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは
また次の動画でお会いしましょう。光